これやってもらうだけで洋服長持ち間違いなし。秋冬の洋服ケア方法。毎日やることだったりとか、週に1、2回やった方がいいんじゃないみたいなことをやっていきましょう。皆さんこんにちは。クリーニング師の石川俊介です。なんかクリーニング師って名乗るときちょっとテンション違うんですね。ちょっとテンション違いますよ。はい、ごめんなさい。ちょっと埃が気になっちゃった。ごめんなさい。なんかこびりついてる。はい。行きましょうか。秋冬のシーズン、アウター着たりとか、ニット着たりとかするじゃないですか。じゃあその辺の秋冬の洋服ケアを今日はまとめてお伝えしたいなと思っております。今着てる服とかちょっと日常的なケアっていう意味ですか？日常的なケア、毎日やることだったりとか、週に1、2回やった方がいいんじゃないみたいなことを今日お伝えすることによって、クリーニング代って結構お金かかるじゃないですか。だからそんなしょっちゅうクリーニング出さなくていいですよ。なるべくクリーニング代を抑えられるケア方法みたいなところをお伝えしていきたいと思っております。洋服を日々大事にしていくために3つの大事な道具があります。いわゆる三種の神器みたいな感じですよ。そこの紹介からいきましょう。1つ目。ブラシ。これね、ちょっと今手に入りにくくなってて。それ石川さんのせいだっていう噂もありますからね。ちょっとそういう噂も込みに来てて、一回ツイッターで再入荷してますって言ったらまたすぐなくなっちゃったので、その日のうちに。で、なんか今結構しっかり作られてるような感じなんで、もしかしたら今、もうネットで買えるかもしれないですっていうブラシの平野の水雷型ブラシ。これが一番おすすめです。でもそれ以外にも、安いものだとよくネットでこういうの売ってるじゃないですか。これ硬いんですよ。毛が。豚毛だったかな、硬いんで、コートとか、普通のウールのコートとか、ギャバのコットンのコートとか、そういうのはいいんですけど、あんまりソフトな素材やってもらいたくないんですけど、こういうブラシ型みたいな、ブラシっていうかハンドブラシ型もありますよ、みたいなものだったりとか、逆に、いや、俺は高いの買うぞ、っていう方には、市川、ベビーカシミヤブラシ。今いくらこれ15、6万円のブラシみたいなものがあるんで、本当は2万円台ぐらいで買えるこのブラシの平野の水雷型が一番おすすめ。これ何がいいかっていうと、馬の毛です。馬の毛なんですけど、長さがあるんで、長さを生かして柔らかく当てて、カシミヤぐらいまで全部ブラッシングできますっていうものです。結構僕も長く使ってちょっとはみ出してきてるんですけど、みたいな。で、密度も十分にありますし、十分毛がかき出せる。あと、この大きさがいいですよね。1回のストロークでこれだけの面積を書き出せるっていうところでも、ブラッシングの時間、これに比べるとだって、こうやって見比べてもらえれば多分面積で言うと3、4倍あるでしょ？それだけ書き出せるんで、そういう意味でもこのブラシがおすすめですっていうところですっていうのがまず一つ目、洋服用ブラシです。続いて日々のケア大事なところ、僕も結構いっぱい持ってるんですけど、今日はパナソニックの NIGS410 っていうスチーマーを用意してます。で、これはスチーマー。洋服に蒸気を当てることによってシワを伸ばす、プラス除菌、消臭効果を得られるというものです。なんで、これを当てるだけで簡単な洗濯ぐらいの感じで思ってもらっていいと思うんで、できますよと。だから埃を落としてあげて、除菌消臭をこれでしてあげるっていうところで、簡単な洗浄はもう終わってるぐらいの感じで思ってもらえればいいんで、っていう2つがありますと。そして最後、この2つはね、僕よく紹介してるんですよ。だけど、あんまり紹介できてないところでいくと、アイロンですね。で、やっぱり洋服好きな方、特に男性の方、しっかりアイロンを使ってもらうことによって日々のケアができるプラス、シャキッとおしゃれな感じで洋服を着ていただけるようになるんで、ぜひアイロンの使い方については覚えてほしいと思ってます。この3つがまずあれば、大体のケアができてしまいますっていうところですね。フルセット揃えて5、6万あればなんとかなるかなという感じ。で、けど5、6万っていうと、今コートいいものはなかなか買えないよなぐらいじゃないですか。で、安いダウンだったら買えるかなぐらいの金額だと思うんですけど、この辺のものって長く使えるんで、ちょっといいものを揃えてもらうっていうことを、アウター一着買ったと思ってやってもらえると、ね、洋服長持ちしていって、いろんなコスト削減できるんでいいと思います。はい、じゃあ、実際ケアってどういうことを気をつけたらいいのっていうところをお話ししたいと思います。洋服のケア5つの基本。いきましょう。1つ目、着たらちゃんと休ませる。これはよくウールなんかだと臭くならないし、そんなに洗わなくていいですよ。コットンもなるべく洗わないようにしましょうみたいな話をしてるんですけれども、その時に連続着用しないでくださいね。
で、なるべく休ませてあげると、洋服が、特にウールの洋服なんて元に戻ろうっていう力が働いてきます。プラス、1日着て中に湿気を含んだものを放出してくれるんで、そのためにはね、やっぱり2日か3日休ませるのが理想。で、少なくとも最低1日は絶対休ませましょうねっていう感じです。2つ目。汚れがないかちゃんと確認しておきましょうねっていうところです。今僕ここについてましたけど、そういう汚れは早いうちの方が取れます。なんで着てすぐ見つけたらすぐ落としてあげるであったりとか、どっか食べに行ってなんかついたら、なるべくその場で応急処置をしてあげるみたいな感じで。で、ちゃんとケアするときに汚れがないか確認しましょうっていう話です。で、確認に一番いい方法、何かっていうと、ブラッシングしながら確認していくのが一番いいと思う。これで確認も両方できるんで、ということをやっていきましょうと。で、3つ目。これはブラッシングなんですけど、ついたホコリを落としてあげましょうと。外歩いてるといろんなホコリとか汚れがついてるんで、それはなるべくブラッシングで落としてあげましょうねっていうことです。そして4つ目。蒸気を当ててシワと匂いのケアしましょうね。先ほどお話した通り、除菌消臭もできる、シワも伸びるっていうところで、洋服きれいになってくれるんで、スチーマーでやってあげる。もう一つさらにシャキッとさせてあげれば、スチーマーアイロンを使って蒸気を当てて熱を加えてあげる。で、シャキッとさせてあげるっていうことをやっていきましょうっていうことですね。で、5つ目。最後は正しい状態で保管しましょう。ハンガーにかけるものはハンガーにかける。畳んで保管した方がいいものは畳んで保管する。ということをやることによって、洋服がきれいな状態に保てますっていう感じですかね。じゃあ、まずはコート、ジャケットのケアからいってみましょうか。コートとジャケット大体一緒です。今日はちゃんと後ろのカシミヤダッフみたいなのも用意してますので、これでやっていきましょう。これ、ブラッシング、ハンガーにかけた状態で大丈夫です。で、ホコリなんで下に払っていくんで、上から下に向かってかけていきましょう。という意味でいくと、まずは襟周り。襟ってすごく汚れつきやすい髪の毛のフケもついたりとかするんで、これフードがついてるからちょっとやりにくいんですけど、しっかりとブラッシング。これぐらい手首返すようなスナップでブラシかけていってあげると、よくかけ出せますっていうので、かけていきましょう。で、少し襟を立ててあげて、前身頃。ブラシで洋服をそんなに傷めることはないんで、ここをしっかりとかき出してあげる感じでいいです。で、上から下に向かってかけていってあげましょう。もちろんこれ、平置きでやってあげてもいいんですけど、こっちの方がホコリがスッと飛んでくれていいと思いますし、気軽にできるんで、ハンガーにかけた状態でもさーっとやっていってください。本当にね、これぐらいだったら数分で終わるんで、さーっとかけてあげると、洋服が長持ちしてくれると思ってください。で、外側の袖とかってホコリとかつきやすいんで、外側中心にしてしっかりかけていきましょう。できればちょっと持ち手変えてあげて、内側もかけていくみたいな感じでかけていってあげるっていうのを、まずやってあげてくださいっていうのは、できれば毎回着た後やっていきましょう。で、特にね、こういうものだと若干毛玉ができやすい素材とかもあるんで、そういうものはこれブラッシングをかけてあげて毛玉を整えることによって、毛玉になりそうなところをほぐしてあげることにもなるんで、そういう意味でもしっかりとブラッシングかけていってあげる方がいいと思います。このままできればハンガーにかけた状態で、このままクローゼットの中にしまっちゃうではなくて、着た後の洋服って湿度湿気だいぶ含んでるんで、なるべくできればこういうハンガーラック1個用意してあげて、そこに風通しのいい場所でかけてあげるのが本当は理想です。ということでやってあげましょう。で、これを一晩ぐらい置いてあげればまずはいいんで、一晩ぐらいしっかり置いて、少し蒸気を逃がしてあげるということをやりましょう。もう一個言い忘れた。あとね、なるべくいいハンガー使いましょう。特にコートとかジャケットっていうのは、かなり洋服としても立体的に作られているんで、ちゃんと適正な肩幅があって、この厚さの分厚いものを使っていきましょうっていうのは重要なポイントです。ブラッシングはなるべく毎回着た後なんですけど、2、3回着たらっていう感じで結構ですんで、スチーマー使っていきましょう。スチーマー当てましょう。スチーマーは、こういうウールとか動物性の素材に関しては、10センチ、これぐらいの幅ですよ。これぐらいの幅で2秒ぐらいをイメージしてやってもらえるといいです。いきます。1、2、1。ごめんなさいね。こ
このスチームがちょっと水滴がつきやすいんで、ちょっと離しながらやってます。っていうので、1、2。これで何をしてるか、シワがついてなくても、こうやってあげることによって除菌消臭ができますよっていうことなんで、これでずっと全体当ててあげてください。これ本当に全体的にやっていってあげて、もう一つポイントとしては、汗とかって中にかくじゃないですか。で、裏地って結構いろんなものが使われてるんですけど、例えばキュプラだったりとか、コットンだったりとか、合線、他のものもあるんですけども、裏も少ししっかりとかけてあげるっていうのも一つのポイントですね。こうやってかけてあげることによって裏地の消臭とか除菌っていうのもできるんで、これも全体的にバーッと同じようなペースで大丈夫なんで、これはシワを伸ばすっていうよりも消臭除菌の意味でかけてあげるっていうのも非常に重要なポイントになってきますっていう感じですかね。はい。というのがスチーマー。これを、だから数回来たら1回やるみたいな感じにしてあげてください。で、これ、蒸気またしっかり含むんで、スチーマーをかけた後に同じように、陰干しといいますか、クローゼットにしまわずに少しどこかにかけておいてあげるっていうことをやってください。続きまして、ニットいきましょう。基本的なケア一緒だと思ってください。まずはブラッシングをちゃんとやってあげるっていうところが日々のケアで重要になっていきます。ニット、ついた汚れ、繊維の間に残りやすかったりするんで、これブラッシングかけていきましょう。これニットは平置きでいきますね。ハンガーかけてやると結構引っ張っちゃって伸びたりするんで、それが嫌なんで平置きでニットはやってます。で、これも同じです。上から下に向かって手首のスナップを効かせながら、しっかりとホコリをかき出していくイメージで、結構これね、ニットって言った瞬間に、すごいさーっと柔らかくしちゃう人がいるんですけど、これもしっかりとやっぱりかき出してあげましょう。で、本当に繊細な繊維、ベビーカシミヤとかっていうのはこういう、もうちょっと高いブラシを使ってあげると、より当たりが柔らかくなるんで、これでかき出していきますよっていうのが、これも手首のスナップを効かせてかき出していきましょうっていうことを全体にやっていきます。カシミヤのニット、毛玉が浮きやすかったりするんで、ブラッシングすることによって毛並みを整えてあげる。毛玉になる原因として、単純に繊維同士が絡まるっていうだけじゃなくて、中のホコリが角になって、その周りに毛玉ができるっていうこともあるんで、そういった意味でも、ブラッシングをかけてあげるっていうのは、毛玉防止にもなりますっていうところですね。シワもそんなについてないよっていうのであれば、このまま、本当はできれば1日休ませてあげて、その時畳む前に。で、僕は結構、今座ってるこういう椅子だったりするんですけど、この背もたれにかけといてるんです。こういう状態で。理想はもちろん平置きです。平置きでどっか置く場所があれば、こうやってタオルの上でもいいんで、さっと休ませてあげるみたいなことができると一番いい。でもそれができない場合には、畳んでタンスに収納する前に、1日ぐらい休ませるようにしてあげてくださいっていうので、また、含んでしまった蒸気とかを出せるようにしていきましょう。それ以外にもいくつかあります。やった方がいいこと。これも同じように、少しシワが入ってきたよとかっていう時には、ハンガーにかけてあげて、スチーム当てるもいいです。ただし僕はほとんどこれアイロン使っちゃいます。アイロンでスチームかけていきます。これスチームをしっかり出してあげて、なるべく多くスチームが出る方がいいです。最初浮かしてあげる感じでもいいんで、浮かしてあげて全体にスチーム当てていきましょう。で、なるべく浮かしてで、そこで終わってる方多いと思うんですけど、別に綺麗にしようと思えば、中温であればちゃんとかけてあげて大丈夫です。よくリブとか緩んでくるじゃないですか。あの時どうするかっていうと、本当はできればなるべくたくさんのスチームをしっかり当ててあげる。で、この湿った状態で、ちょっと伸ばして形を整えてあげる。で、これを少し中に入れる感じで、熱で水蒸気を飛ばしてあげるっていうことをやると、リブも元の形にだいぶ戻ってきますので、そういうところもしっかりとやりながら手入れしていってあげてください。襟周りとか当たりが気になる方、当てるのを使ってください。肩、これもハンガーでだいぶ伸びちゃってるんで、この辺ちょっと戻していきましょうか。スチームアップでね。ハンガーでかけられたんで、こういうのね、肩伸びてるのも今わかりますかね、これね。鹿さんもニットにはハンガー使うなってよく言いますか？そう、これハンガー使っちゃってるんで、サンプルから。ここベロベロンと伸びてるのわかります？同じ状態で伸びてたんですけど、アイロン当ててあげるとこんな綺麗になって見えますかね？みたいな感じで、もう押さえてあげていいんで。ってやっていくと、
形がきれいに整ってくれて、ついでにスチームとアイロンの熱で除菌消臭みたいなところができる。もともとそんなに匂いは臭くならないんですけれども、というところで全体的にアイロンを当てるっていうのを何回かに1回やってあげてください。こういうことをやってる時に必ず、ブラッシングの時もそうですけれども、どっかダメージがないか、汚れがついてないか、もしくは毛玉がついてないかみたいなことを見てってあげてください。で、毛玉がついたっていう時には、一番簡単なのは家に T 字カミソリがあれば、男性の方だったら T 字カミソリでスーッとなぞってあげれば毛玉取れていきます。もしくは、もう Amazon でも何でもネット通販で毛玉カッターっていうのが売ってるんで、あれでバーっと、髭剃りみたいなもので、それで取っていってあげれば、毛玉買ってくれますっていうものがあります。で、ちょっと毛玉カッターの場合は一緒に毛羽も結構買ってしまったりもあり得るんで、少し、ふわっとした感じでなくなったとかっていうことになりやすいんですけど、あんまり毛羽吹いてきたなと思えば毛玉カッターを使ってちょっと毛羽を取ってあげるみたいなこともできますっていう感じですかね。で、アイロンもかけた。ちょっとだけアイロンかけて、まだ蒸気を含んでいる状態だったら少しどっかにかけておいて休ませてください。で、その後畳みましょう。畳み方は普通に、いろんな方法があると思うんで、皆さんのお好きな畳み方でいいんですけれども、大体棚の大きさなんかを考えたときには、身ごろを左右から少し折り返してきて、で、袖を畳んであげて、こんな感じで結構ですので、これで2つ折りにしてあげるみたいな感じで、きれいに畳んで、必ず防虫剤と一緒にケースにしまう。もしくは棚の中に入れておくっていうことをやってください。防虫剤はもう市販の普通に。市販のものでいいです。市販の普通のものでいい。もちろんなんかそれが嫌でって言って、いろいろね、クスノキ系のチップ使われたりとかあると、もちろんそれはそれでいいんですけど、やっぱ防虫剤効果高いですし、今の、ど忘れた。なんとか系は、匂いもないんで、そういうのを使ってもらうのがいいと思います。はい。あと、これもクリーニングなんですけど、僕はあんまクリーニングをお勧めしてないです。ニットに関して言うと。やっぱね、どうしても風合い変わっちゃう。特にいいニットであればあるほど。なんで、できればこれ手洗い洗濯。これもシーズンに1回とかでいいんで、手洗い洗濯をしてあげましょう。で、手洗い洗濯の仕方は過去確か動画でやりましたよね。カシミヤの洗い方やってますんで、ぜひご覧ください。ニット。やっぱり、引っ張るとかっていうのはすごく弱い。もちろん引っ掛けるところもありますけど。だから先ほどお話したように、あんまり僕はハンガーにかけてやりたくないと思ってます。ハンガーにかけてスチーム当てるにしろ、ブラッシングするにしろ、引っ張る力として働いちゃう。何が問題として起こるか。ハンガーにかけて引っ張ると、肩に、跡がつくっていうのはなんかこう丸いハンガーとかで防げるじゃんとかっていう話なんですけど、絶対首伸びちゃう。なんで、それをやめてもらって、ハンガーにかけずに畳で全てを終わらす方がいいと思います。平置きとかね、畳でやった方がいいと思いますっていうのが、注意点ですかね。はい。続いて、トラウザー系、パンツ系ですね。行きましょうか。ここ、ウールのパンツ用意してます。これもまず基本はブラッシング。できれば毎着用後、それが難しい場合は何回か履いたら1回、ブラッシングかけていくようにしましょう。これも基本は一緒です。こういう風に、ちょっとこう、いわゆるクリース方向、に畳んでかけてあげる方が、かけやすいと思います。これも同じです。上から順番に、特にポケット周りとか、こう、綺麗に、ブラシかけていきましょう。で、こういう、ちょっとしっかりした、これは、ウールのギャバなんですけど、こういう素材だったら、この辺の硬いブラシでも大丈夫です。さーっとかけていって、裾をちょっと引っ張る感じで、スーッとかけていってあげてください。っていうのがやっぱり洋服のケアの基本中の基本です。で、内側もしっかりとかけていきましょう。で、この時に大切なこと、特にパンツとか食べこしいっぱいついてたりするんで、それがないかみたいなことも確認してあげて、もしなんかついてれば、その段階で少し処理をしてあげるようにしてください。で、一番簡単な方法でいくと、中性洗剤です。それを2倍に水で薄めたものとかっていうのをちっちゃなスプレーボトルとかに入れておいて、それをシュッシュッと吹きかけて、水でしっかりとすすいであげる方がいいんですけど、固く絞ったタオルとかでどんどん叩きながら、なるべく洗剤が残らないようにしてあげるみたいなことをやるだけでもいいんで、それでまずは汚れ取っておくことが重要なんで、っていうことをやってあげましょうっていう感じですかね。ダブルなってるものとかって、こういうダブルの折り返してるところ、ここに一番ホコリ溜まるんで、こういうところも
ちょっとここ閉じてあるところはこのままなんですけど、なるべくホコリをきれいに落としてあげるようにしましょう。という感じで全体的にきれいにしていってあげてくださいっていうのが、まずなるべく高頻度でやってあげたいトラウザーのケアです。ブラシかけるためにこういう風に吊るしたんですけど、普段パンツを保管するときっていうのは必ずこれ逆さにしてあげましょう。そうするとパンツの自重、重みで少し曲がった膝とかシワがついたものを伸びやすくなる。どうしてもパンツってこの腰回りにいろんなものがついてる、ポケットの袋のがついてたりとか、分量も一番大きいのでこっちが重くなります。ということなんで、これどうやってかけるかっていうと、基本はクリップハンガーを使ってもらって、この内側同士を挟んであげると、外側にあんまりクリップの跡が目立たないんで、こうやって内側と内側をつまんであげるようにして、最後ピンと伸ばす。みたいな感じにしてあげて、干してあげるように、かけてあげるようにしてください。というのが基本的なかけ方です。じゃあ続いて、スチーマーやっていきましょうか。はい。トラウザーかけるときには、必ずこういう畳み方がスチーマー一番かけやすいです。これで、これも一緒です。コートと一緒。だいたいウールとかだと1、2、10センチを2センチぐらいでかけていってください。っていうのをずっと全体かけていきましょう。スーッと裾を持ちながら引っ張ってあげて、かけていってあげるっていうことをやると大体のシワ伸びます。で、内側に関しては股の部分、シワとかいっぱい入りやすいところですし、汚れやすいところなんで、こういうところもしっかりと当ててあげるようにしましょう。で、内側もしっかり当てていくっていうことをやってくださいっていうのがパンツのスチーマーのかけ方ですね。っていうので、大体のケア終了なんで、これでまた少し陰干しというかハンガーとかで保管してあげて、少し湿気を飛ばしてからクローゼットに戻してあげるようにしましょう。こういうパンツの場合、もう一つケアで大事なことがあります。それ何か。これはもう見た目シャキッとさせるために、このパンツだとセンターにプレスラインが入っているのがわかると思います。これ、クリースって言われるライン。なんかね、これ、結構消えてきてる。これをシャキッと戻していく方法、ちょっとお伝えしていきましょう。これぐらい残ってれば、線をたどる感じでやっていったらいいです。で、もっと消えてしまっている場合とか、基本がまずあります。基本は何か。裾を見ていただくと、必ずこう、外側の端と内側の端、継ぎ目があると思います。これぴったり合わせてくださいっていうのがまず基本です。パンツってこういう風に設計されてますので、ここしっかり合わせてあげましょう。ここからつながる線がこういうタックが入っているものだと、このタックのところまでピシッとつながっていってるはずです。これがセンターライン。で、だいたい膝ぐらいまではこの内剥と外剥が合うように、ここから上はちょっと膨らみがあるんで、内と外がなかなか揃わないと思います。っていうところをピシッと揃えてもらったら、今クリースライン残ってるパンツだったらこうやって残してもらった状態で平で置きましょう。で、できればポケットの袋の表出してあげましょう。これで当たりがついちゃう。これをポケットの袋の出しておくと、ここに当たるものがあまりなくなるんで、綺麗になりますっていうところですね。失敗しやすい方法を言うと、一回置いた状態で前も後ろもかけようと思うと、これ失敗しやすいです。だからまずは前をかけるときには、前だけをかけるでいきましょう。反対の手は必ずどこかのポイント、ちょっと引っ張りながら、プレスのラインが崩れないようにしていきましょう。で、スチームを出しながらでいいんで、こうしっかりとちょっと押していく感じでいいです。あんまり滑らしちゃうと当たりが出るんで、ギュッギュッと押していく感じで結構です。というので、しっかりラインをつけていってあげる。で、どうしても当たりが気になるっていう方は、こういう当てるのがありますんで、こういうもの当てて。ただね、当てるの当てちゃうとやっぱ見えづらくなるんで、僕はあんま好きじゃないです。当てるの当てずにやっちゃうことが多いです。っていうのをやってあげると、ピシッとしたラインが入ります。で、前をやったら次後ろ。この時にはもう一回きちっと整えてあげましょう。で、ぐーっとちょっとドライで押さえていってあげるみたいな感じにしていって、クリースラインをつけていってあげるっていうことをやると、ビシッとラインが入ってくれて、綺麗な感じ、こっち切りかけてるのに対して、これぐらい綺麗な感じでクリースが入ってくれるってことになりますっていうのを
シャキッとさせていきましょうという感じですね。で、この時に全体的にこのタックのところとかっていうのも、なるべくアイロンピシッと当ててあげるみたいな感じにやって。ただこういう平のやつだとこういうところやりにくいんで、こういう時にはアイロン台で先端が丸くなったものを使ってもらって、ここを入れてプレスかけていくみたいなことをしっかりとやっていきましょう。で、このあたりの立体的なところに関しては形作ってあげて、当て布を当ててあげないと結構当たり感出やすいんで、当たり感出さないようにやっていきましょうっていう感じですかね。ということをやって、これでまたハンガーに逆さにかけてあげてください。よいしょ。めんどくさいな、これ。よっしゃー。小さい声で何て言いました？何も言ってないですよ。何も言ってないですよ。センタークリースどうだろうな。やっぱり3、4回空いたら一遍こうかけてあげるぐらいにした方がいいっすよね。うん、ウールは。で、どうしても消えていくものなんで、一応ね、ウールにパーマみたいなのあるんですよ。それ白セット加工っていうんですよ。クリーニング屋さんでやってくれるところ多いんで、だからこういうクリスラインが早く消えちゃうの嫌だなと思う人は、白セット加工してくださいってお願いすると、ウールにパーマかけてくれるんで、クリスが消えにくくなります。これ本当に髪の毛のパーマと同じような方法であるんですよ。っていう方法があるんで、それかけてあげるのもいいと思います。本日のまとめ。ケア用品、3種の神器揃えて、家族の分までケアしましょう。そういう時代ですね。そういう時代。お父さん、彼氏、旦那さん、ね、彼女、奥さんの分、子供の分まで合わせてケアしてあげましょう。もう趣味にしましょう。洋服ケアを。そしたらね、なんか靴磨き好きな人、せっせと自分の靴ばかり磨いてたりするじゃないですか。違う、洋服のケアもしましょう。大事にしていきましょう。その感じだったらもう格言もできたんじゃないですか？確認できない。趣味にするべしでいけた。そこ変えるだけもう、べしがダメ。べしがダメなんだ。べしがダメ。はい。皆様、チャンネル登録、高評価、コメント、そしてベルマーク、どうぞよろしくお願いいたします。いろんなことやってますんで、ぜひご覧になってください。登録してください。お願いします。